始まりは主婦でした。1981年、京都府宇治市の団地の一室、近所の主婦たちが集まり、アニメのセル画に色を塗り始めました。それから40年以上が経った今、そのスタジオは世界の京アニと呼ばれています。この動画では京都アニメーションの創業から現在までの歴史をドキュメンタリー形式でお届けします。なぜ京都の小さな工房が世界的なスタジオになれたのか、その答えを40年の物語から紐解いていきます。この動画を最後まで見ていただくと、鈴宮春日、軽音、バイオレット・エヴァーガーデンといった名作がなぜあれほどまでに美しく、なぜ世界中の人々の心を動かしたのか、その理由がわかります。それでは行きましょう。物語は1981年、京都府宇治市の団地から始まります。一人の女性がいました。八田陽子、旧姓杉山、東京都出身です。彼女の実兄、杉山拓はアニメーターでした。その紹介で陽子は高校卒業後、日本漫画界の巨匠、手塚治虫に師事します。旧虫プロダクション、日本アニメの黎明期を支えた伝説のスタジオで、彼女は仕上げの技術を叩き込まれました。仕上げとはセル画に色を塗る工程です。地味に見えますが、作品の印象を決定づける重要な仕事です。その後、陽子は八田英明と結婚し、京都へ移り住みます。東京のアニメ業界から物理的に離れることになります。普通ならここでキャリアは終わります。当時のアニメ業界は結婚や出産を経た女性が働き続けることなどほぼ不可能な時代でした。しかし陽子は諦めませんでした。1981年、彼女は東京にいる実兄や新鋭動画の社長楠部大吉郎との人脈を駆使して仕事を探し始めます。そして近隣の主婦たちを集めました。一緒にアニメの仕事をしませんか？団地の一室、主婦たちが集まり、新鋭動画、タツノコプロ、サンライズの仕上げ仕事を始めました。これが後に京都アニメーションとなる京都アニメスタジオの誕生でした。注目すべきはこの主婦の集団という出発点です。東京のスタジオでは深夜残業や泊まり込みが当たり前でした。しかし家庭を持つ主婦たちにそんな働き方はできません。限られた時間で効率的に高品質な成果を出す。この制約が後の京アニの健康的な労働環境とスケジュール管理の厳格さの原点となりました。そしてもう一つ、近所の主婦という人的ネットワークは単なる同僚以上の絆を生み出しました。生活圏を共有するコミュニティ。この結束力が離職率の低さとチームワークの良さにつながっていきます。陽子には明確な経営哲学がありました。まず生活を安定させなかったらもんはできない。ものづくりは人づくり。この言葉は後に京アニを語る上で最も重要なキーワードとなります。1985年、夫の八田英明を社長に据え、有限会社京都アニメーションとして法人化。団地の一室から会社が生まれました。京アニがもともと仕上げ専門会社だったという事実は、後の作品に決定的な影響を与えています。仕上げとは色を塗る仕事。つまり京アニの DNA には創業時から色彩への感覚が刻み込まれていました。後に京アニ作品はパッと見でわかると言われるようになりますが、その理由の一つが中間色の繊細な使い方、みずみずしい色彩表現にあります。創業者が仕上げのプロフェッショナルだったからこそ生まれた強みです。創業から約15年間、京都アニメーションは下請けとして歩みました。しかしそのクライアントリストを見てください。新鋭動画、ドラえもん、クレヨンしんちゃんを作る国民的スタジオです。タツノコプロ、タイムボカンシリーズを生んだ老舗です。サンライズ、ガンダムシリーズの制作元です。日本アニメ史そのものと仕事をしていました。1986年、
京アニは作画部門を設立します。仕上げだけでなく動画の下請けを始めました。そして1991年、運命的な出会いが訪れます。木上義次。当時東京で木上に書けないものはないと呼ばれた伝説のアニメーターです。彼は地元の大阪で母親の面倒を見たいという理由でアニマル屋を退職、京都アニメーションに入社しました。後に八田社長はこう話しています。感謝しきれない木上義次くんの入社。木上の加入は京アニの転換点でした。彼は単に作画をこなすだけではありません。後進の育成に尽力し、京都アニメーションプロ養成塾の講師も務めました。京アニ躍進の大きな原動力となったのです。1990年代半ば、京アニは次のステージに進みます。演出、作画、仕上げ、背景、撮影、すべてを自前で行う体制を整え、グロス受けを始めました。グロス受けとは、テレビアニメの1話分を丸ごと請け負う制作形態です。業界内ではこんな評判が立ち始めます。京アニに任せた回はクオリティが跳ね上がる。マニア層の間では京アニ回という言葉まで生まれました。他の話数と比べて明らかに絵が綺麗な回、それが京都アニメーション担当回だったのです。多くのアニメスタジオは工程ごとに外注します。作画は A 社、背景は B 社、撮影は C 社というように分業するのが業界の常識です。しかし京アニは違いました。映像制作のほぼ全てを自社で完結させる体制を構築したのです。この体制のメリットは明確です。部門間のコミュニケーションロスがありません。演出家と作画担当が直接話し合えます。だから驚異的なクオリティコントロールが可能になります。この全てを自分たちでやるという姿勢、それを支えたのが創業者陽子のものづくりは人づくりという理念でした。1999年、有限会社から株式会社へ組織変更。同年、京アニは初のオリジナル作品、ムントの制作を開始します。下請けから元請けへ、静かなる巨人が表舞台に出る準備を整えていました。2003年、京都アニメーションは元請け作品の制作会社として本格デビューします。フルメタルパニック、フモッフ。この作品で京アニは単なる下請けスタジオからメインスタジオとしての地位を確立し始めました。そして2005年、エアーで国内外のファンから大きな支持を得ます。しかし真の転換点は翌年に訪れます。2006年4月、鈴宮春日の憂鬱の放送が始まりました。時系列をシャッフルして放送するという斬新な構成が話題を呼びます。視聴者は混乱し、考察し、熱狂しました。しかし最大のインパクトは別にありました。エンディング曲晴れ晴れ愉快。SOS 団のメンバーがアイドルばりのダンスを披露したのです。2006年は YouTube 元年でもありました。春日ダンスは全世界で踊ってみた動画ブームを巻き起こしました。アメリカ、フランス、南米、世界中でコスプレ姿のファンが春日ダンスを実演し、動画をアップロードしました。現在の踊ってみた文化の源流です。2020年、コロナ禍の自粛期間中、鈴宮春日役の平野綾、キョン役の杉田智和らが、ハッシュタグおうちで全力晴れ晴れ愉快動画を公開しました。制服姿で踊る杉田の姿は全力すぎると大きな話題になりました。放送から14年、作品の影響力は全く色あせていなかったのです。ところでなぜ京アニはこれほどの品質を維持できたのでしょうか。その答えの一つが業界の常識を覆した正社員制度にあります。日本のアニメ業界ではアニメーターの多くがフリーランス。出来高制で1枚いくらで働きます。月収10万円以下も珍しくない過酷な世界です。しかし京アニはスタッフを正社員として雇用しました。固定給、
社会保険完備、定期昇給、賞与年2回。創業者陽子のまず生活を安定させなかったらええもんはできないという信念がここに結実しています。雇用の安定がクリエイターに長期的な視点で作品に取り組む余裕を与える。結果として高品質な作品を継続的に生み出すことが可能になりました。2007年、ラキスタが放送されます。舞台となった埼玉県久喜市の鷲宮神社にファンが殺到しました。地元の鷲宮商工会はラキスタ絵馬型ラミネートを制作、30分で完売。毎年の夏祭りでは伝統的な地元みこしとともにラキスタみこしが登場します。2025年現在、放送から18年が経っても多くのファンが訪れ続けています。10年間の経済効果は約31億円と試算されました。聖地巡礼という言葉を定着させた先駆的な作品です。そして2009年、京都アニメーションを社会現象レベルのスタジオへと押し上げた決定打が放送されます。軽音。放送開始後何が起きたか。コンビニを見てください。文具店を見てください。スーパーを見てください。軽音グッズが並んでいました。世間が軽音一色になったのです。グッズがコンビニを占拠する。この現象はアニメ業界でも前例がありませんでした。声優ユニットが埼玉スーパーアリーナでライブを開催しました。アニメの枠を超えた一大ムーブメント。軽音の成功は日常系アニメというジャンルを確立させました。キャラクターが体を揺らしながら楽器を演奏するリアルなライブシーン。何気ない仕草、細かい心理描写。視聴者に生きているキャラクターを感じさせる技術。これは長年の下請け時代に培った観察眼の賜物です。派手なアクションシーンではなく、日常の何気ない瞬間を丁寧に描く。この地味な凄さこそが京アニの真骨頂なのです。2010年代に入り、京都アニメーションは新たなステージへ進みます。劇場作品への本格進出と芸術性の追求です。2011年6月、京アニは画期的な取り組みを始めます。自社出版レーベル、KA エスマ文庫の創刊です。京都アニメーション大賞を開催して新人作家を発掘し、受賞作を自社で出版し、そのままアニメ化する。企画から制作、出版、グッズ販売まで一貫したコンテンツビジネスを展開する垂直統合モデルを確立しました。他社の原作に頼らず自分たちで IP を育てる。この戦略が後のバイオレット・エヴァーガーデンにつながります。さらに京アニは独自の人材育成システムを構築していました。プロ養成塾です。期間は1年間の2学期制。アニメーター科と美術背景科があります。特筆すべきは塾生料の存在です。家賃は月額2万円。京都教室から徒歩8分。京都の物価を考えても破格です。これは利益目的のスクールビジネスではありません。純粋な投資としての教育機関です。地方出身者が経済的負担を抑えて学べるセーフティーネット。才能の取りこぼしを防ぐ仕組み。ものづくりは人づくりという創業者の理念が制度として形になったものです。2016年、映画声の形が公開されます。大今義時原作の漫画を山田直子監督が映画化しました。聴覚障害を持つ少女と彼女をいじめた過去を持つ少年の物語。いじめ、差別、コミュニケーション、贖罪、重いテーマを正面から描きました。公開巻数は120巻、小規模公開でした。しかし結果はこうです。累計動員177万人、興行収入23億円、第40回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞。AC ガーディアンは魅力的な映画、繊細で快くかつデリケート、
と4つ星の高評価を与えました。この作品で印象的なのは水辺のシーンです。京都という土地は鴨川をはじめとする川が生活に密着しています。京アニの本拠地である宇治市も宇治川という美しい川が流れています。評価の弥生橋、響けユーフォニアムの宇治川、声の形の水辺のシーン、多くの作品で川が象徴的に描かれます。川は日常と非日常の境界線として機能します。水面に映る光の揺らぎは登場人物の心情を暗示します。日常を描きながらその中に詩的な美しさを見出す。川と水の表現はその象徴なのです。そして2018年、京アニ映像技術の集大成ともいえる作品が放送されます。バイオレット・エヴァーガーデン、暁かなによる第5回京都アニメーション大賞受賞作をアニメ化。戦争で感情を失った少女バイオレットが自動手記人形ドールとして手紙の代筆を通じて人間の感情を学んでいく物語。緻密なキャラクターデザイン、壮大な背景美術、光と影の効果の融合、視覚的に圧倒される美しさ。京アニは作画がすごいという言葉の本当の意味はこの作品を見ればわかります。その本質は枚数の多さだけではありません。コンポジットの技術が革新的なのです。空気感、光の表現、ピント送り、実写映画のようなレンズ効果をアニメに持ち込みました。手紙を書くシーンでは手や指の動きまで細かく表現されています。キャラクターの心情や繊細さが視覚的に伝わってきます。これは安定した雇用と社内一貫制作体制があるからこそ可能になる技術です。Netflix による世界同時配信も行われ、国際的に高い評価を獲得しました。2021年の人気投票では、京アニ作品の中で第1位に選ばれています。すべてが美しいアニメ、伝えるということの大切さを教えてくれる、そんな声が寄せられました。この作品により京都アニメーションは世界で最も才能のあるアニメーターのふるさととしての地位を不動のものとしました。2019年7月18日午前10時31分頃、京都アニメーション第一スタジオ。さいたま市在住の男が建物に侵入し、ガソリンをまいて放火しました。爆燃現象が発生。建物は全焼しました。社員36人が死亡、32人が重軽傷。平成以降最悪の放火事件となりました。木上義二、京アニ躍進の立役者。木上に書けないものはないと呼ばれた伝説のアニメーターも、この日帰らぬ人となりました。犠牲者の多くは20から30代の若手クリエイターでした。第一線で活躍していた監督、アニメーター、色彩設計者たち。当時約170人だった社員数は大きく減少し、京アニの将来が危ぶまれました。しかし世界は動きました。事件後、世界各国のファンから2億円を超える義援金が集まりました。BBC は大きく報じました。ガーディアン紙は追悼記事を出しました。京都アニメーションの損失は世界的な損失である。その認識が世界中に広がりました。中国からも国難に匹敵する損失という声が上がりました。京アニの国際的な影響力の大きさが悲劇の中で改めて証明されたのです。事件後、京都アニメーションはどう動いたか。ここに同社の理念の進化が現れました。世界中から集まった2億円を超える義援金。京アニはこう決定しました。全額を被害者である社員の遺族や負傷した社員へ配分する。事業の再建、会社の利益には一切使用しない。京都府に義援金配分委員会が設置され、
公平かつ適正な配分が行われました。社員を家族とみなすという理念、それを極限の状況下で実行したのです。事件現場となった第一スタジオは近隣住民への配慮と遺族の心情を鑑み解体が決定されました。2020年4月28日、解体工事完了。近隣町内会からは不特定多数が訪れる慰霊碑や公園を整備しないよう求める要望書も提出されました。静穏な住宅街としての環境維持を望む住民の声、企業と地域社会の繊細な関係がそこにありました。それでも京アニは止まりませんでした。事件後も制作を継続。2020年9月18日、劇場版バイオレット・エヴァーガーデンが公開されました。当初は2020年1月公開予定でしたが、新型コロナの影響で延期を重ね、ようやく世に出た作品です。大ヒットを記録しました。不屈の制作魂を世界に示しました。2024年7月現在、社員数は186人、事件前の約170人を超えました。そのうち84人は事件後に入社したスタッフです。京アニの代理人弁護士はこう述べています。全体の力は年々増していると感じる。2025年7月、事件後初の完全新作、シティ・ザ・アニメーションの放送が開始されました。新井圭一原作の漫画で、事件後に構想・制作された作品です。竹本康弘監督が手掛けていた小林さんちのメイドラゴンシリーズの映画化も進められ、2025年6月27日に劇場公開されました。失われた才能への追悼と継承の意志の表れでした。2025年10月には第7回京都アニメーションファン感謝イベント、私たちは今、京アニの世界展が京都都メッセで開催されました。2018年以降の作品の原画など1000点を超える貴重な資料が展示されたのです。2026年には新作アニメの発表も予定されています。完全な復興へ向けた着実な歩みが続いています。ここまで京都アニメーションの40年を追ってきました。最後になぜ成功したかを整理しましょう。成功要因の一つ目は逆張りの経営哲学です。東京一極集中の業界で京都に拠点を置きました。フリーランス主流の業界で正社員雇用を推進しました。分業外注が当たり前の業界で社内一貫政策を貫きました。すべて逆張りです。しかしその逆張りが差別化を生み、京アニブランドを確立しました。2つ目は創業者の理念の浸透です。まず生活を安定させなかったらもんはできない。ものづくりは人づくり。八田陽子のこの言葉が単なるお題目ではなく組織の骨髄まで浸透していました。だから2019年の危機にも揺るがなかったのです。3つ目は時代との開口です。2006年の鈴宮春日の憂鬱は YouTube 元年と重なりました。ネット時代の幕開けと京アニの世界進出が同期しました。運も実力のうちです。しかしその運をつかめるだけの実力があったことを忘れてはなりません。4つ目は地方スタジオとしての先駆性です。京アニの成功により地方に拠点を置くアニメスタジオが複数設立されました。富山県の PA ワークスなど後に続く者たちが現れました。東京に行かなくても世界一のアニメは作れる。京アニはその可能性を証明しました。京都府宇治市の団地の一室。近所の主婦たちがセル画に色を塗り始めました。1981年のあの日から40年以上が経ちました。京都アニメーションという名前は今、世界中のアニメファンに知られています。
そのロゴマークは漢字の今日をデザイン化したものです。意味するところは、一人一人のスタッフからコンテンツを創造していく。2019年の悲劇を乗り越え、186人のスタッフが今日も作品を作り続けています。宇治川のほとりから生み出される丁寧な仕事に世界中の視線が注がれ続けています。それではまた近いうちに。